最も簡単に効率よく作られる2気筒集塵機の作り方に、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。2気筒集塵機です。今回はこれを作りたい方のために詳しく寸法と方法を解説します。2気筒集塵機は既製品の配管材で作られています。3気筒や4気筒と違って製作難易度は低いです。構造も簡素で2気筒であるため吸引力もほとんど低下しません。この動画を見てぜひチャレンジしてください。詳しい寸法の解説。ユニットです。埋め込み部分の外径は79ファイ、上部フランジが85ファイです。開ける穴径は79ファイより大きく、85ファイより小さくなければなりませんね。ホルソーは80ファイを選定していますが、開いた穴径は若干大きくなります。サポートの穴位置は図のように吸い込み口に対して120度間隔で固定です。穴開けは仮にユニットを組んで据え付けてからマーキングした方が無難です。次に Y 分岐材です。メーカーによって形が違いますので図のものを選んでください。形が違うとユニットの中心位置に影響します。蓋補強板の加工。次に蓋補強板の取り付けビス位置です。補強板は取り付けた方が何かと便利です。中心に穴を開けて右上のファイで板 10mm と塩ビ板 1mm を切り出します。板材は MDF が良いです。トリマーがない方はノコギリ刀で切ってください。塩ビ板は 1mm なので MDF を定規にしてカッターで切れます。蓋との間に 3mm の見切りゴムを入れているのでゴム片を挟んで仮固定します。この時墨が出しにくい塩ビ板は下で MDF の方を上にして閉じます。そして図面の寸法で3ピン一緒に穴を開け閉じ込みます。裏側は 1mm のゴム板、表側はゴムワッシャーを使い、さらにワッシャーとナットで閉じます。閉じ込んだらユニットの墨を出すため次に進みます。ユニットの墨出し。MDF の上にこの図の寸法でユニットの中心だけをプロットします。前述のようにサポートの墨は出しません。3ピンが所定の位置で閉じられていることを確認したらユニット芯にパイロットホールを開けます。これでビスを外して蓋だけにして裏表両側からユニットの穴を開けます。自信のある方は閉じたまま3ピン一度に開けても OK です。ユニットの穴を開けたら塩ビ板を上に戻して再度閉じ込みますが、今度は見切りのゴム板を入れてから閉じます。これで蓋の完成です。配管寸法の詳しい解説。上部の配管と接続部材です。これが吸い込み側です。 Y 分岐と単管の単純な構成です。図面で表した Y 分岐です。添付用紙に寸法も記載されています。このような形状で別メーカーは一方が長くなっています。それを使う場合は接続する VP30 の長さをその分調節してください。VP30 の単管 32L×2 と 200L を準備します。接続側は 200L でなくとも自分の都合の良い寸法で構いません。接続は Y 分岐側と VP30 の内面に接着剤をつけます。飲み込みが数ミリですから必ず接着します。次に掃除機接続側の配管です。 VP30 の単管に掃除機接続用のカップリングをつないでいます。接合部は接着して長さは 120L にしています。 Y 分岐の片側は吸い込み側と同じように
単管をつないで接着しています。 VP30 のカップリングには VP25 のエルボがぴったり入ります。これを VP30 の 46L につないでいるだけです。もう片側は少し難しいです。45度のエルボに VP30、20L をつないで 4mm ほど隙間を作ります。エルボの口元は 20mm ですが 5mm カットしてカップリングは 8mm カットします。両者を切断したカップリング VP30、31L でつなぎます。ここは隙間を作りません。カップリングの構造は中に行くほど径が小さくなります。なので VP30 の外径をヤスリでほんの少し削って径を小さくしてください。このような寸法にしないとエルボの位置が下側にずれていきます。フレキバージョンの説明。継ぎ手のフレキバージョンです。45度は切断するので難しいかもしれません。なのでこれからフレキバージョンの説明もします。配管は接着で外れないのでこちらで説明します。フレキを70から 75mm で切断しています。これは VP25 のカップリングを1/2分の1にしたものです。これを VP30 のカップリングに接着します。そこにフレキをねじ込んで接着します。こちら側もねじ込んで接着します。これで出来上がりです。どちらか良い方を選んでください。さてここまでできれば制作の山を越えています。図面でもう一度確認してください。上部配管小サイズ。この図で吸い込み側と掃除機側の単管長さや中心からの離れが分かります。45度エルボ側はもう一度サイズや仕様を確認してください。こちらの図面では掃除機側のフレキ仕様が確認できます。ユニット接続側は少し大変なので熟読して製作してください。サポートの説明。サポートの解説です。基本的にユニットをセットしてからそのビス位置をプロットします。掃除機側のサポートも VP30 のサドルを使います。こちら側はレベルが高いので 35mm の L 金具を2つつなぎます。結果的に中心より 19mm ずれます。このサドルは中心で割れているのでその分取り付けが楽です。このようになります。ユニットを仮付けしてみます。
あとはユニットの口元にテープを巻いて形を整えます。掃除機側の口元にもテープを巻き、設置してからサポートの穴を開けます。テープを調整して掃除機側の配管をつなぎます。この状態で配管サポート下穴の隅を出して下穴を開けます。穴開けの際は配管を一旦外さないとできないですね。私はフレキよりこちらの方が好きですね。個人的な感想です。実際の取り付け。取り付けを始める前にトリマー用のビス穴を使ってカメラの穴を開けます。MDF に打ち込んであるビスです。サポート同様、下まで貫通していません。6.5 ミリの穴を開けます。開きました。カメラを入れて確認します。大丈夫です。これは次の動画で使いますのでご期待ください。ユニットにテープを巻きます。冷媒管用の養生テープです。このテープは糊がついていません。でも引っ張りながら巻くと緩みません。巻きつけて緩衝材として使います。吸い込み側も同様にします。フィット具合を確認します。足りなければ巻き足します。終わったら先端を切り揃えます。同様にもう一つのユニットの方も行います。吸い込み側の配管にユニットを組んでこの段階で状態を確認します。状態が確認できたらサポート穴を墨出しして開けます。そして閉じ込みます。穴の隅はユニットの穴から均等に離れていることを確認してください。 5mm30L の鍋頭ボルトです。これでユニットを固定します。閉じ込みは上からボルト、ワッシャー、上部、下部ゴム板、ゴムワッシャー、ワッシャー、ナットです。これは 1mm のゴムシートに描いてハサミで切り出したパッキンです。これでエア漏れを止めています。ユニットの裏側にネオシールをします。裏から見るとユニットが偏っている場合よくわかります。
ネオシールでエア漏れを止めているわけではないので、しなくても大丈夫です。掃除機への接続管を取り付けます。テープが歪まないようにエルボを差し込みます。形を整えてサポートの隅を出して下穴を開けます。短いビスを使って MDF に固定します。こちら吸い込み側は下に 3mm のゴム板を挟んでいます。各所のビスを締めたら完成です。完成しました。ご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。